こんにちは、アカデミアの富代です。富代アカデミアニューベーシックでの第2回目として、前からカットするワンレングスボブとそぎを使ったドライカットになります。前回1回目はデザインについて、ハサミの持ち方、自分の立ち位置および姿勢、頭をどうイメージするか、床に平行に直線にカットするなど頭に入れてカットしてもらいました。このチャンネルはニューベーシックということで、今のサロンでのベーシックとして役立つ基本を感覚で覚えるのではなく、確かな理論を頭に入れながら学んでいただきます。感覚で覚えたものはなかなか後輩の指導などでは説明できません。ですので、初めから理論を交えて学んでいきます。初めは説明が多くなりますが、頑張って覚えましょう。今回の気をつけるポイント8つです。1、一定の毛束をカットするときに考えること。2、骨格と目安にするポイント。3、よく使うラインの名称。4、シェイプの種類。5、スライスライン。6、ワンレングス、レイヤー、グラデーションの違い。7、頭を四角くイメージする。8、ブロッキングとカットルール。これらはいつも意識してカットしてください。説明はカット動画終了後にいたします。後ほどそちらも見てください。このチャンネルは世界各国の言語に対応しています。特に英語、中国語、韓国語、タイ語、インドのヒンディー語に対応しています。では動画を早速ご覧ください。フロントからカットするワンレングスボブをカットしてみましょう。はじめにセンターラインをバックまで取ります。まずブロッキングが大切になりますので、このように取ってください。次に横から前髪の厚みを残してこのように取ります。そこからバック襟足に向かって斜めにスライスラインを取ります。襟足の厚みを残してバックセンターでブロッキングします。反対側も同じように分け取ります。できましたら前髪部分をブロッキングします。横から見てこのように取ります。そしてバックは襟足の厚みを残して取ります。ではフロントサイドからカットを始めます。今回の場合はすでに髪の長さが短いので、この長さに対してコームを当てて2センチとか3センチ短くといったように髪の長さを目安にできますが、しかし長い場合はこちら側をカットして反対側をカットするときに先ほどカットした髪が見えませんので、目安が必要になります。ヘアカットの仕方、知るべき理論動画で見ていただいたように、この場合顔の中心に位置する鼻先、唇、顎の先端など目安にします。それより長い場合は何を目安にカットするかというと、まず前の方の髪を顔の中心で合わせてガイドを決めます。これで両サイドのガイドが決まりましたので、これらをガイドにカットを始めます。これより短い顎より上の場合は顎のラインに合わせるとか、唇のライン、鼻のラインに合わせるなど、この顔の中心のポイントを両サイドの目安に利用します。こちら側から見たとき、鼻の先、反対サイドから見たときも鼻の先などです。目安を同じにすることで左右対称にカットできます。中心を目安にすることで反対側でも目安にすることができます。では耳の付け根の後ろから前頭部と後頭部に分けます。この前のガイドからバックに向かってカットしていきます。前回やったように前が少し長く後ろが少し短くなるようにカットしていきます。次に反対側も同じようにこのガイドからカットしていきます。バックの長さの確認は後ろから感覚的に見て左右の長さの確認になります。
しかし前のガイドからカットしてきていますので、大きくバックの長さが変わることはないでしょう。バックのカットはフロントパネルをガイドにバックに向かってカットしていきます。ある程度カットしたら自分の体の位置を真後ろに移動してバック中心部よりボックスボブをカットしたようにバックのパネルを平面としてイメージしてカットします。反対側も同じようにカットしていきます。できましたら次のブロックをやはりフロントからカットしていきます。乾いた時の紙の浮き上がりを考え、下のガイドより少し長めにカットしていきます。反対側も同じようにカットしていき、トップの頭の丸みを考えてバックに回りカットしていきます。バックも下のガイドより少し長めにカットしていきます。では前髪カットに入ります。前回やったボックスボブと同じようにカットをしておきます。今回は長めの前髪を作ります。前髪部分を軽くブロッキングし直してセンター部分の髪を両サイドから引き寄せ三角に取り出し顎の長さにカットします。そのガイドから横の長さをこのようにカットします。反対側も同じようにカットします。そしてフロントサイドへとつなぎます。反対側も同じです。前髪長めのスタイルになります。はい、これでフロントからカットするボブ、ウェットカットの終了になります。では乾かしてからそぎでデザインを作っていきます。今のデザインはドライカットとそぎでデザインを作り完成のケースが多くなりました。基本的なそぎを使って丸みのあるミニボブに仕上げていきます。今やそぎはベーシックの一つになりました。まずはフロントからカットしたボックスボブの完成です。
仕上がりました。乾きましたので、ここからドライカットとそぎでミニボブを作っていきます。そぎの技術は以前分量を少なくすることが主な仕事でしたが、今はそぎを入れる位置や角度、いろいろなことを計算しながらデザインを作ることがメインになりました。ですからここではパネルの引く角度によってグラデーションやレイヤーといったことを覚えなければなりません。図で出しておきますが、頭を垂直にして水平ラインより下に引き、毛束に対して直角にカットしたものをグラデーションと呼ぶ段差になります。そして水平ラインよりも上に引き出しカットしたものをレイヤーと呼ぶ段差になります。動画の後で詳しく説明します。ではバックの襟足の部分からそぎを行います。最初はハサミを使ってチョップカットし丸みを出していきます。パネルは縦スライスに取り、パネルの引き出し角度は30度ぐらいあまり引き上げずに毛先にチョップカットをしていきます。横スライスで毛先にチョップカットではなく、縦スライスで毛先にチョップカットすることが重要になります。このように毛先にチョップカットして空間を作ることで丸みが出せます。ヘムラインは穴を開けないようにチョップカットします。はい、ここにこのように丸みがつきました。反対側も同じようにチョップカットしていきます。パネルの引きが横スライスしたように見えますが、毛先のカットが見えるようにパネルをひねっています。襟足部分の一番下、長さが短いところもチョップカットをして薄くします。では次のブロックも毛先にチョップカットしていきます。トップセクションも同じように毛先にチョップカットします。
トップは引き上げて三角部分を取りながらレイヤーをつけておきます。はい、これでバッグに丸みがついたことがよくわかります。結構丸みが出ています。ではフロントサイドもブロッキングしてバッグから縦スライスに取り、毛先にチョップカットしていきます。次はこのミドルセクションを同じようにチョップカットしていきます。一番前のところは後ろからでも削いでいますので、チョップカットで穴を開けないように注意してカットします。次にトップセクションはバッグからパネルを引き上げ、毛先にチョップカットします。そしてフロントサイドへと回り込みカットしていきます。反対側も同じようにチョップカットしていきます。綺麗な丸みが出てきました。よくドライの状態を見て重たいところなど確認してカットし、綺麗なシルエットが出るようにしていきます。はい、次は削ぎばさみで全体の分量と紙の動きが出るように空間を作っていきます。もう一度ブロッキングし直して襟足から削いでいきます。中間から毛先に向かって削ぎます。ハサミの入れ方は毛束に対して直角に入れていきます。毛束がグラデーションの引く角度ですので、削ぎもグラデーションに入ったことになります。同じように一番下の襟足部分もアウトラインの薄さを調節します。
次のブロックミドルセクションは紙が上からも下からも押されて動きづらいゾーンになります。ですから中間からそぎを毛先に向かって毛先が細くなるように入れていきます。次はトップセクションになります。トップの球体部分を少し分け取り、毛先中心に入れていきます。毛先を細くすることでボブの丸みをより強調することになります。球体部分は後で削ぎます。まずはフロントサイドを分け取り、中間から毛先にグラデーションに削ぎます。次にその上も中間から毛先に向かって入れていきます。出来上がりましたらトップ部分です。球体部分からパネルの角度を引き上げ、毛先にそぎを入れていきます。フロントに向かって入れていき、前髪部分も入れます。反対側も同じように入れていきます。もみあげの部分重いようでしたら入れます。全体を見て重いところなどチェックしていきます。フロントサイドの顔周りなどチェックします。横から見て襟足部分の表情をチェックカットします。
はい、ドライカットによる丸みのあるミニボブができました。はい、仕上がりました。軽くオイルをつけて毛束感を出してシェイプしました。フロントからカットしたワンレングスボブとそぎによるドライカットです。丸みが出て今のサロンスタイルができました。はい、今回はフロントからカットするワンレングスとドライカットによる丸みのあるミニボブをカットしました。ベースカットは早めにカットするために極力工程を少なくして、しかも正確にワンレングスをカットし、ドライカットによるそぎで丸みのあるデザインに仕上げました。ドライカットは仕上がりを確認しながらカットできて感覚的でもありますが、ハサミによるチョップカットやパネルの引き上げ角度とそぎバサミの入れ方によってデザインを作ることができます。ではまとめとして、今回は前回同様、これから出てくる様々な基礎で大事なことの一部を見ていただきます。まずは動画をご覧ください。最初に自分が作りたい形をイメージします。一定の毛束を切るためには厚みもあり、目線、自分の手の位置、姿勢、シザーズの入れ方、切ろうとしている頭の位置などを考えるのはもちろんですが、その前に床に対して正確に平行を感じることです。床に対して直角になるように垂直ラインを見つけることです。これを見つけるだけでもかなり正確に平行を感じることができます。では次に自分がイメージした形、カットラインを正確に切ったり左右対称に切るために骨格をどうイメージするかについて説明していきましょう。人の頭の形には個人差があります。デコボコしていたり絶壁だったり左右対称でもありません。私たちはこの頭の形をカバーしたり生かしたりして美しく見える形を作らなければなりません。ではどうしたらいいのでしょう。それはまず骨格ポイントを知ることです。骨格ポイントを知ることで水平ライン、垂直ラインを見つけやすくなります。左右対称にカットする時の目安になります。デザインバランスを見る時にも役立ち、常に意識することで顔立ちに対する観察力がアップします。カットを始めたばかりの時はつい髪の毛だけに集中しがちですが、一歩引いて全体を見つめ、ポイント、バランス、カットの状態を確認する必要があるのです。それでは実際に骨格ポイントについて見ていきましょう。はじめに顎の先端のポイントから始まり、耳の付け根を斜めラインで結んだ延長線上のポイントをゴールデンポイントと呼びます。このポイントを境に前後のヘアバランス、どちらがボリュームがあるかを見たり、このポイントにボリュームをつけたり、よく使うポイントになります。左右対称にカットするためにとか、顔の大きさに対して襟足の長さをどの長さにするかなど、よく使うポイントとして、顎の先端、口角、鼻の先、鼻の付け根、目尻、このように左右対称を見つけ、そのポイントを目安にします。女性の場合、眉毛は描いていることが多いので対象になりません。耳の付け根、後ろの頭の骨が一番出ているところ、その下の引っ込んだところ、襟足、首下のファーストボーン、セカンドボーン。では正面から見てみましょう。まずゴールデンポイント。顎の先から耳の付け根を通り、その延長線上に位置し、正面の顔の中心上になります。中心上で顎の先からその人の左右顎ラインの延長線上、このイメージラインもよく使います。今度はバックに回ってみましょう。やはりどのポイントもバックセンター上に位置します。この他にもいろいろなポイントをその都度見つけ出し、目安やバランスを測りましょう。
ポイントの次はラインです。頭の位置を床に対して垂直にして頭の中心を垂直に分けたラインをバックセンターライン、正中線と言います。そしてセンターラインに対して直角に交わる線をホリゾンタルライン、水平ラインと言います。ホリゾンタルラインよりも少しでも上に向かって伸びていく線を V ライン、または逆派のライン、逆に少しでも下に向かって伸びるラインを A ライン、正派のラインと呼びます。例えばカットラインが前上がりのラインのボブを V ラインのボブと呼び、前下がりのボブを A ラインのボブと呼びます。垂直ラインはバーチカルラインと呼び、カットされた切り口のラインをカットラインと呼びます。またカットラインにはストレートラインとカーブラインがあります。目標点、イメージポイントに向かってこれからカットしようとイメージする線がイメージラインです。また毛束を分け取った時にスライスする線はスライスラインです。カットをしやすくするためにブロッキングする時に引く線をブロッキングラインと言います。次にシェイプの種類と長さの誤差についてです。シェイプには垂直シェイプ、バイアスシェイプ、カーブシェイプがあります。基本のカットではいかに正確にシェイプするかが大変重要になります。垂直シェイプの場合、少しでも横にずれるとカットラインが曲がってしまったり、切り口に誤差が生まれてしまいます。バイアスシェイプの場合もカットラインを水平にカットすると重力で元に戻った時、切り口に線の誤差が生まれます。次にスライスラインについてです。スライスラインには縦スライス、横スライス、正派のスライス、逆派のスライスがあります。スライスラインは角度が決まったら左右同じようになるように、またスライス幅も均等にしなければなりません。ここではワンレングスレイヤー、グラデーションの違いについて見ていきます。まず結果に対して頭の位置が垂直にあることを確認します。角度が0度、オンザスキンでカットするのがワンレングスです。レイヤーは水平ラインよりも少しでも上にシェイプし直角にカットしたもののことを言い、逆に水平ラインよりも少しでも下にシェイプして直角にカットされたものがグラデーションです。まず頭に長方形の四角い箱をかぶせた状態をイメージしてください。イメージしたら次はその四角い箱を面で捉えます。あなたがカットするときに立つ位置はこの4つの面に向き合うことが基本です。このことを頭に入れてウィッグもしくはモデルの前に立ってみてください。自分は今頭のどの面に立ち、どういう角度で毛束をシェーピングしようとしているのか、横から見たり上から覗いてみたり、自分の頭の位置、目線で毛束がどうずれてしまうのか確認してみましょう。また頭を面で捉えることはカットが正確に簡単にできるだけではなく、新しいヘアデザインを生み出すことにもつながるでしょう。基本のブロッキングラインは頭を垂直にして横から見た場合に床に平行に取ります。入れる箇所は正面から見て頭を四角イメージして対角線上にブロッキングラインを取ります。ブロッキングのメリットはカットを簡単に正確に導けることです。ブロッキングラインを床と平行に取ることで垂直ラインが見やすくなり、パネルを正確に引きやすくなります。
頭も視覚にイメージしやすくなります。そのスタイルのポイントをどこに置くのかの目安にしたり、バランス感覚を知ることもたやすくできます。しかし、あまりブロッキングを細かくしすぎると全体のカットのつながりやバランスを見失いやすくなるため、頭の中でスタイリングができたらブロッキングは最小限にとどめた方が良いでしょう。最後にカットルールです。シェイプに対して直角にカットする。もし疑問があればカットしない。ガイドが見つからないときにはカットしない。仕事はきれいに丁寧に。以上は最低限のカットルールです。日々心がけて取り組んでください。ニューベーシックは実践で役立つのはもちろんですが、理論的にしっかりしたベースを身につけていただくように心がけています。過去動画にそぎについて詳しく出しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。また、話すスピードが遅く感じられる方は YouTube 動画の再生スピードを調節してご覧ください。深掘り、すきばさみの使い方、ヘアカット、髪の剃り方、基礎13、そぎの深掘り、そぎの種類と考えなければならないこと前編、深掘り、そぎ、スライドカット後編、基礎で必要なそぎについてなど知っていただきたいこと、概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。僕のチャンネルは確実に効率よくカットする方法をお伝えします。もっとカットが上手になりたいとか、スキルアップしたいと考えている方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕の美容経験から皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では、今回の動画が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また、概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。